人は着物と馬の蔵に頼っている。他の人の着替えは着替えだ。幻冬の着替えは体を変えるものです。これは私たちが星島の避難所に着いたばかりの場面です。まず自分を片付けておこう。夏タスク頭を変えましょう。そして私たちは体を変えました。これはゲームでもよく見られます。簡単な顔練りシステムですね。しかし幻の塔の中では、そんなに簡単ではありません。最近新しいバージョンが来ます。深海には圧力があると多くの人が議論しています。主役は気候がないとストレスに耐えられますか？では問題が来ました。幻冬の人間は本当に私たちが今認識している人間なのでしょうか？今の目で見ると、私たちが認識している人間は四肢が健全です。構成も肉体を中心とした人間。現在の義肢技術は成熟していないからです。肉体は機械よりずっと柔軟である。成熟した遺伝子技術もありません。しかし何十年後何百年後でしょうか。人間は肉体を中心としているのでしょうか。鏡では多くの人が一部の死体改造を行っています。もっと強い力を発揮できるために。彼らは先天性障害ではありません。肉体を超えた力を得るために改造されたんです。今人類はより強力な力を得るために骸骨核技術を発展させることです。人の能力を高めることができます。しかしテクノロジーが進歩し続けると、騎士が自分自身の肉体よりも優れていると、あなたはまた肉体が王道であることを堅持しますか？幻冬の世界はこのような時代にあります。完全に肉体を出していない。しかし身体の部分的な改造は常態化しています。これらの理由を探るのは、幻冬は設定でこれらのことを理解しようとしています。例えば幻冬の中のジャンプドアは、人の体をバラバラにすることだ。そして別のジャンプドアで、順番に組み直す。もう分かれることができるなら、では、順番を変えたら何になりますか？擬態になる。組み合わせの順序さえ分かれば、理論的には誰にもなれます。実はこの設定も間接的に説明されています。なぜ主人公が擬態のイメージになれるのか。人は散らされることができるから、組み合わせればいいんです。星島の顔練り機械もこの原理です。元の体を散らすことで、そして変更されたテンプレートに基づいて再結合します。新しい体になりました。この設定はちょっと的外れです。幻冬の顔の中で、ファッションを変えるのはファッションを変えるだけではありません。以下のファッションを見てみましょう。見つかりましたか？ここの体はもう肉体ではないことがはっきり見えます。獅子はある程度機械化されています。一般的なゲームの顔握りシステムは遊び方の仕組みです。ゲームのカスタマイズのためのシステムです。しかし幻冬は合理的な設定をしようとしています。だから幻冬の中の人間は本当に正常な人間なのでしょうか？現在の状況から見れば、幻冬の中の人物も体や頭は普通は改造しません。他の部位が改造されるのは普通のことです。私たちの現在の認識を使って、未来の人間には多少問題があります。一部の SF 作品では、商売が必要なのはもはや品物ではない。図面です。図面ができた。何でも作れます。だから主役団が水圧に耐えられるかどうか気にしないでください。みんな人間じゃないかもしれないからね。未来の作品を見ると幻想的ですね。自由ガンダムシリーズのように、中の人は DNA を変えることで新しい人間が生まれました。そして爆発的に戦うことができます。ゼロシリーズになりました。量子学に入り始めました。未来の人類はどのように発展するのか、時々想像がつかないような気がします。幻冬の NPC が言ったように、十分に先進的な技術は、魔法と同じように見える。それで幻冬のキャッチコピーは何か覚えていますか？幻想を持って冒険する。今期はこれで終わりです。小風に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。